はい、始まりました。アクティブチャンネルやつです。今日はね、これダイワの18ジリオン TWHD、今更感があるんですけど、最近このリールを導入したので、ちょっと今日は試し投げです。もうね、すでに22ジリオン TWHD が出てモデルチェンジがされているリールなんですけど、36ミリスプールで、ヘビーデューティ仕様ということでね、こっちのパイクの釣り、パイクの釣りっていうよりは使ってるルアーウェイトにドンピシャな、リールのスペックを持ってるんじゃないかということで、それがね自分が期待していたものなのかどうか、ちょっと今日は試してみたいと思います。だいたい1オンスから2オンスの、ビッグベイト、重たいルアーから2オンスジョイクロとかタイニークラッシュくらいの重ためのルアーを、フルキャストするときに、1日安心して投げれるリールが、欲しかったので、ちょっとこれを導入してみました。でそれで今日は、どんなものか、期待に応えてくれるのか、それとも期待外れなのか、ちょっと投げていきたいと思います。最初に投げるのはね、フィッシュマンのコーク150、これが多分2オンスくらい55、6グラムだった気がします。ちょっとね、こいつを最初試しに投げてみたいと思います。最初はね、ちょっとブレーキ設定マックス20、問題ないブレーキが効きすぎとる感がすごいね。やっぱり34ミリスプールに比べるとすでに安心感を感じます。ラインシステムは、メインラインが PE の3号で、リーダーはナイロンの30ポンドを6ヒロ、約10メートルくらいのロングリーダー仕様にしています。続いてはね、ちょっとブレーキをもう一気に半分10くらいまで落として、飛んで安心感があるわ。やっぱりもともとね、シマノのバンタムの MGL を使ってたんですけど、やっぱり1オンス超えて2オンスくらいの重さに、なるルアーをフルキャストしようと思うと、結構やっぱりね、ピーキーでかなり慎重に投げないと、もうバックラッシュをね連発しちゃうような感じだったので、それだとちょっと1日釣りするのが大変というか、すごい安心感がある全然違うね。全然バンタム MGL とは、バンタム MGL もいいけど、1日ねやっぱりちょっとフルキャストのね釣りを続けようと思うと、やっぱりある程度の安心感というか安定性がね欲しいんで、しかもね最初から100ミリ超のハンドルノブがついていて、パイクをねやる分には大きいのがねかかるとやっぱりメーターを超えてくる魚なんで、ちょっとブレーキ落としてみます。6、6でもなんか全然大丈夫そう。ちょっと気をつけないといけないんですけど、ロングリーダーは本当にもう高切れ防止っていうのが自分の中では一番の理由なんですけど、やっぱりね思わずバックラッシュしたり糸がみをしてバーンとね急に止まってしまった時に、2オンスくらいの重さのルアーだとね、もうかなりの確率でラインブレイクを起こしてしまうんで、その時にリーダーが長ければ長いほどショックを吸収してくれるっていうのがあります。でプラスね、そのスプールがオーバーランをしてしまう時とか、糸が浮く時に、そのねキャストした瞬間、糸が一番浮きやすい瞬間にスプールに
腰の強いナイロンラインやフロロラインが残っていることで、糸がみをねしにくくなるっていう風に言われているので、実際そうだと思います。実際キャスト直後の糸がみによるバックラッシュっていうのは激減したと思います。でも一長一短でPE とリーダーの結束部分の干渉っていうのがねどうしても起きちゃうんで、結束部をスプールの中に巻き込んでいるとキャストした後にその結束部がスプールからレベルワインダーを通って全てのガイドを通り抜けるんで、接触箇所がねだいぶ増えて、その接触による、ラインの放出スピードの減速によってバックラッシュをね誘発する時が結構あるんで、それをね忘れずにしないと、バックラッシュがね多発してしまうっていうことになります。なんですけど、このダイワの TWS システム、これがね最初のレベルワインダーの接触をねかなり軽減してくれるんで、こういったね太い糸を使う、太い PE と太いリーダーを使う釣りにおいてはかなりいいシステムです。やべえ今のキャストはあんまり綺麗じゃなかったね。でもこのタックルくらいだと飛距離があれくらいかな。やっぱり本当にね大遠投しようと思ったら、今自分が持ってるタックルだとこのフェルコの XT61 丸よりねパワーのある 7105C っていう竿があるんですけど、マックス200グラムぐらいまで放れる、そっちで投げてあげた方がいい。そしてジリオン TWHD めっちゃいい。すごい安心感があります。でもそんなにねリールのことを詳しいわけじゃないし、いろんなリールを投げ比べてきたわけじゃないんで全然わかんないんですけど、でもスプール系がね 34mm から 36mm になったっていうだけでこんなにも違うのかって思うくらい安心して投げれます。多分ねそのレベルワインダーがTWS っていうのもかなり大きいんだと思うんですよね。やっぱり結束部がレベルワインダーをね通るときが一番バックラッシュしやすいんで、それがねほとんどなくなったっていうのがかなり大きいんじゃないかと思います。めっちゃ飛ばせるよね。すごくいい。めっちゃいいよこのリール。本当にすごい安心感、かなり安定感があるよね。このコークをこのタックルでビビらずに振り抜けるっていうのはめちゃくちゃいいです。はい、次はねこれジョイクロ、コークよりねおそらく、空気抵抗があるんでね、そういったルアーを投げるときにどういう感じかちょっとやってみたいと思います。最初は10くらいからやろうか。やっぱりコークは飛ぶわ。ジョイクロに比べるとジョイクロねどうしてもやっぱり回っちゃうけなんじゃけどね、ジョイクロってジョイクロで取りたくさせる魅力があるのは確か。8くらいに落としてみて、なんだ問題ないね。
全然問題ない。すごい安心感がある。もうちょっとしても大丈夫か。うん、こうやってね、ジョイクロとかも振り抜ける系気持ちがいいよね。うん、もうジョイクロも安心して問題なく振り抜ける。全然4とかにしてもバックラッシュする気がせんというか、本当に安心して投げられるんじゃすごいね。これはめちゃくちゃいいよね。今ブレーキ設定が3とかじゃけど、全然ジョイクロとかも問題なく振り切れる。気持ちがいいね。このクラスかなりやっぱりビビって振り抜くところがあるけ、それがね気持ちよく振り抜けるのはすごいいい。ジョイクロ問題ない。何の問題もない。続いてはエリー115、これが 20g 弱くらい。このね、ジリオンで、P3 号で、ナイロン30ポンドで、一番軽いルアーでこれくらいのルアーが投げれたら最高だなと思って、ちょっと投げてみます。これくらいのまでのルアーが、ちょっと浮いたね。でも結構飛ぶ。ちょっと浮いたけ。やっぱりちょっとね軽いだけあって、多分結束部のノットの部分がピーとナイロンのね結束部の干渉で結構糸が浮いてしまう。でも全然大丈夫だな。全然飛ぶ。普通に飛ばせる。多分もっと P2 とかリーダー20ポンドとかだともっと気持ちよく飛ぶんじゃ思うけど、2オンスのねルアーに合わせてるタックルで、このエリーみたいな 20g 弱のルアーが投げれたら、投げれるだけで全然いい。なんか相変わらずいいジャーク、いい動きをしてくれる。そしてこの振り抜ける感じが気持ちいい。20g これだけ飛ばせたら満足すぎる。全然問題ないね。全然問題ない。
ジリオン TWHD、 今日ちょっと初めて投げてみて、結論から言うとすごく良かったです。導入した理由っていうのは、メインでね、このフエルコの XT6104C っていうこの4ピースのパックロッド、キャストウェイトがマックス 70g、1オンスからね2オンスのルアーを、円筒フルキャストを振り抜いて安心してね使いたいっていうことで、この 36mm スプール、扱いやすい、PE の3号、リーダーがナイロンの30ポンド、そういったねタックルを組みたかったので、PE3 号をね 150m 以上も巻けるこの、ジリオン TWHD、18年モデル、がねドンピシャじゃないかと思って導入してみました。で結果、ものすごく良かったです。結果1オンスから2オンスのね、ルアーをね本当に振り抜いていける安心感があって、もうバックラッシュもうほとんどしないような感じ。結構ブレーキ設定ももう3とかまで落としても、1オンス2オンスのルアーであったらかなり安心して、遠投ができます。振り抜いてフルキャストできるっていう気持ちよさがあったので、そういったね用途で使われる方は、もうこのジリオン TWHD18 年モデルはないのかもしれないですけど、36mm 以上のスプールっていうのは自分も初めて使いましたが、とてもいいんじゃないかと思います。で、最後にねこの 20g 弱のエリー115も投げてみましたけど、これくらいの、ルアーウェイトまで全然投げれたので、1オンス2オンスメインのバーサタイルタックルとしてはこのジリオン TWHD18 年モデルめちゃくちゃ良かったです。